こんにちは、田口和樹です。今回は自己紹介動画を撮ろうと思っています。というのも、私今まで一度もまだ自己紹介をしてなかったので、誰だよっていうね、方もいらっしゃると思うので、ここで一旦自己紹介をしとこうと思います。加えてですね、あと、今度私、ミラノと東京で個展をやらせていただく機会をいただけたので、個展を開く前に芸術家として一度ですね、自分の背景を知ってもらうっていうことは大事なんじゃないかと思いましたので、この機会にですね、僕はどういう人間なのかを知ってもらえたらいいなと思います。まずですね、僕は育ちは横浜なんですけど、最初の小学校が団地の中にある小学校だったんですね。だからみんな転校していくし、転校生もどんどん入ってくるみたいな、そういう入れ替わりの激しい学校でした。で、そんな中ですね、僕も例外に当てはまらず、家族の引っ越しが決まり、電車で2駅ぐらい離れた場所にですね、小学3年生の頃に引っ越すことになります。本当にその時はですね、悲しくてですね、小さな僕にとってはですね、せっかくできた友達と離れてしまう現実と、あと新しい環境で慣れなくちゃいけないっていうギャップ、現実。でもですね、電車で2駅っていうのが結構要で、小学生の自分にとっては、届かない距離、行けない距離だったんですけど、車とか電車とかではよく見かけるっていう距離感。なので、そういう干渉に浸りやすいみたいな環境が、この小学校3年生の頃からなってて、で、あと、加えてですね、僕、サッカーの習い事もやってたので、同じ区の中での引っ越しだったんですよ。だから、区大会とかでも、やっぱ、前の引っ越し先とよく会うみたいな、そういうそういうノスタルジーなことがよく起こるみたいな、そういう環境でした。でですね、新しく引っ越した場所はですね、一軒家ばっかり立ち並ぶみたいな、そういう閑静な住宅街の中の学校で、転校生そんなに多くないみたいな学校に、ポツンと来たので、人間関係はもう出来上がってるみたいな中で、新しい環境でですね、認められるためには、学力で示していくしかないってなったわけですよ。でですね、最初はね、うまくいったんですよ。あんまり転校生が来ないっていう学校だったのもあって、噂の転校生みたいな感じで、その時はですね、その波に乗っかれたんですけど、その波はですね、なかなか続かないんですね。小学校4年生になると、少しやんちゃめなクラスになったんですよ。で、その中でですね、残念ながらいじめがね、流行り出してきたんですよね。で、いじめっていうのはどんどん回っていくもんなんですよね。ターゲットが変わっていく感じで、それがですね、とうとう僕に回ってきたんですよ。でもですね、僕はですね、そんな僕の人間関係はまだ貧弱だったので、周りに、助け切ってもらえずにですね、僕はね、他人に回すことができず、もろにね、食らっていくことになるんですよね。その時はですね、辛かったですね。10歳の、少年にですね、10歳の少年にはですね、とても状況を変える力なんてなかったのでね、ただただ耐える日々。で、いじめられてる期間はですね、勉強なんてとても集中できる環境じゃなかったので、学力は、僕の人生史上最低まで落ちます。で、当時ですね、もう本当にテストとか毎回半分を切るようなばっかの状態で結構ひどかったですね。その時、当時分数の授業を初めてやってたのを覚えてたんですけども、その時の分数とかももう本当に散々な結果でした。でですね、本当に登校するのが辛くて、横断歩道のね、白い白線よく覚えてます。小学校4年生の思い出したら横断歩道の白線ぐらい。で、あと、ついでにですね、通学路の途中で、住宅開発がされていて、そのところにね、ガードマンさんが、ちょっと日に焼けた太っちょなおじさんだったんですよね。で、そのおじさんが毎朝優しくね、おはようってね、おはようございますって声かけてくれる、もうそんなことにすら、なんてこのおじさん優しいんだ、こんな僕に。こんな優しく声かけてくれるなんてって思ってるぐらいですね、精神的に当時かなりすり減っていてですね。当時は生きようとする気持ちがね、もうかなりもうなくなってるみたいな、そういう状態だったんですよね。でもですね、その頃はもう1月の終わりくらいだったんですね。だからあと2ヶ月生きたら、
クラスは変わるっていうね、それだけを信じて乗り切りました。で、小学5年生になると状況が変わってですね、学校は楽しい場所にどんどん変わっていくんですね。そしてですね、さらに僕がずっと続けてた習い事のサッカーの方のコーチもね、このタイミングで変わったんですよ。で、このコーチがですね、とてもスパルタで気合の入った人でですね、チームは一気に変わったんですよ。とにかく走りに走るみたいな、そういうことになったんですけど、で、練習は質を求めてやっていく。なんでこの練習は必要なのかみたいなのをね、僕らに説明してくれるような人だったので、ですかね、何か起こるたびに、罰走があったもんですから、きつかったのは正直なところだったんですけど、そのコーチになってから、区大会での優勝は当たり前とか、あと、強豪チームみたいなところにも結構いい試合をできるようになってみたいな、結果がね、一緒についてきてたので、信頼はとてもできてたんですね。で、そのコーチ厳しいだけじゃなくて、はしゃぐときには一緒にはしゃいでくれるみたいな、そういう人でしたね。この人のね、指導があって、僕の今の自分の精神的な体力の基礎みたいなのは気づかれます。で、そうですね。だから論理的な部分じゃなくて、精神論で乗り切れるみたいな強さはここで作られたかなって思います。で、それですね、勉強の本をどんどん巻き返してきてですね、最後は成績ほとんどで A を取るぐらいまで回復して小学校を終わります。でですね、そんないい終わりで迎えた小学校を終えてですね、地元のそのまま公立の中学校に進学します。で、いい波はですね、そのまままだまだ続いてて、勉強は順調で、部活もサッカー部にそのままね、入って、順風満帆だったんですね。で、そのサッカー部でですね、運命の出が回ってるんですよね。私が最高に憧れた先輩に出会うことになります。その先輩はですね、自分の2つ上の人でですね、めちゃめちゃイケメン、そして勉強もトップレベルでできて、部活では絶対的エースっていうね、そんな完璧な先輩がいたんですよ。でですね、その先輩が僕のことをすごい可愛がってくれてたんですよね。だからもうすごい親しみが深かったそういう先輩で、で、その3年生が引退する夏まで、たった4、5ヶ月ぐらいだったんですけど、もう他の思い出を全部消し去るくらいですね、濃密な日々でした。で、部活の時間だけじゃなくて、昼休みとかにも、3年生のフロアにみんなで遊びに行ったりして、本当になんかね、今思い出すと不思議な時間がね、ありました。で、その先輩はですね、そのまま完璧を極めてですね、神奈川県トップのね、慶応義塾高等学校に、ね、進学することになったんですよ。でですね、その後ですね、先輩が言ったわけですよ。あれですね、受験が終わった後、3年生は部活に顔ちょこちょこ出しに来てて、みたいな感じで、放課後、その部活が終わって、みんなで一緒に帰ってて、みたいな、そんな放課後ですね。で、その帰り、暗い静かな閑静な住宅街の中でですね、自転車を二人で漕いでるわけですよ。その時にですね、先輩がお前どうすんだよ進路みたいなことを聞いてきて、いや、どうしようかなって思ってるんだ、みたいな話をしたらですね、その先輩がね、お前もついてこいよって言ったんですよね。でですね、いや、わかりました、ついていく、つって、ついていくことを決めたっていうね。で、ということだったので、まあ、ただですね、慶応義塾高ともう本当に神奈川県トップの高校なので、僕のね、通ってた塾は地元の普通の一般的な塾だったので、ここじゃあ、最高峰のね、にはね、たどり着けないってことを知ってたので、僕はね、塾を変えることを決めたんですよ。で、そのね、横浜にある、横浜の中心地にあるエリート校を目指すためだけの塾に、変えたいっていうのをですね、その当時の地元の塾長さんに伝えたんですよ。塾長さん、僕先輩についていきたいんです、つって、ついてこいって言われて、いや、僕それで絶対ついていくんです、みたいな話をしたらですね、塾長さんが言うんですよ。いいじゃん、そういうの。俺好きです、そういうの言ってこいって言ってくれて、そのままね、横浜駅に行くわけですね。で、そのエリート校を目指す塾なので、入塾テストが最初にあったんですね。でも僕はですね、当時そんなに勉強がもう、中学校の中ではできたけど、そんなトップレベルを目指せるほど勉強ができたっていうわけじゃなかったので、
とてもね、不安でした。もうね、やるだけのことをやるしかないって気合い入れていったんですよ。そしたらですね、その新しい塾ではね、入塾テスト行われなかったんですね。で、こんなんでいいのかみたいな感じだったんですけど、そこでエリート校の塾長さんが言ったんですよ。君のことは前の塾長さんから聞いてるよ。お前、先輩についてこいって言われて、先輩についていきたいから慶應義塾目指したいんだってって言って、そうなんです。僕はそれで行きますみたいなのを言ったら、いいじゃん。じゃあ、うちで頑張れよみたいな話で、通ったんですよ。だから、そうなんですよ。前の塾長さんが連絡を取ってくれて、そのテストがなしになったんですね。これがなかったら多分僕この、難関校向けの塾には入れてなかったと今では思いますね。そんなこんなでですね、この入塾が決定します。で、この塾がですね、自宅からバスで片道45分くらいの結構離れたところで、週2回ぐらい通わなくちゃいけなくて、で、授業時間に間に合わなかったので、その授業がある日は、部活をちょっと早めに切り上げさせてもらったりとか、もう結構いろんな人に、ご協力いただいてみたいな感じで、みんなに理解してもらって、いや、そこはね、すごい感謝しています。そんなこんなでですね、神奈川県トップのですね、高校を目指すっていうのが始まったんですがね、やっぱり僕勉強そんなにめちゃめちゃできるっていうタイプではないんですよね。僕が得意なのはですね、全部がある程度できるっていうのであって、そんな何かにめっちゃ秀でるみたいなのが得意な人じゃなかったので、新しい進学した塾先でもずっと最低限のレベルを叩き出してたんですよね。でもですね、諦めるわけにはいかないんですよね。もう絶対行くしかないってなって、それでももう絶望的な中でも奇跡を信じて、神奈川県トップの高校をですね、目指し続けました。一方でですね、中学校の方のね、成績は結構良くて、やっぱ100点を取れるタイプじゃなくて、80点、90点取るタイプだったので、中学3年生の成績とかはオール5を取るような、そういう生徒でした。なので、この成績をせっかくなので活かして受験戦略を立てたんですよ。もう慶応に進むための防御策を立てようって。で、その高校で選んだのが、勉強もしっかりやって、サッカーも一緒にできるみたいなので選んだ川和高校だったんですよ。で、当時の高校入試はですね、成績と入試の点数と面接が3対5対2が一般的だったんですけど、川和高校は4対4対2だったんですよ。だから成績 40% で、普通の学校より1割増して換算していただけるので、それで成績有利に働くので、この高校にしようって決めました。で、その体制を整えてですね、慶應義塾行くぞつって脇目も振らずにね、目指すんですよ。ですが、残念ながら合格できないんですね。残念ながら。でですね、行けなかったんですよ。でもですね、今になって思うんですけど、やっぱ必死になってね、真剣になって工夫して、努力して頑張った時間って、ずっと自分のエネルギーになってくれるんですよね。僕、今でもね、カロリーメイトの受験生応援 CM みたいなのを見るとね、クワーって熱く込み上げちゃうんですよね。時絶望的だって思いながらも、それでも毎日諦めずに、模試で悪い点数取っても立ち上がり続けたんだなって、ね、CM を見るとね、ああいう受験生応援みたいなのをね、見ると思い出しますね。だから、なんかその過去の自分に、今の自分を見せたら失望する。あんなに頑張ってた自分に見せられる今の自分であろうって、なんかね、今日でも思えるんですよね。だからね、ダメかもしれないって思ってる皆さんにね、伝えたいのはね、くじけそうになっても、まだ立ち向かい続けられるあなたはですね、明日のあなたを励まし続け、あなた自身を明日のあなた自身を励まし続けてくれるよっていうのは、それは多分俺に一番言いたい言葉かもしれないですけどね。そんなこんなです。それがですね、僕の受験失敗の記憶ですね。はい。
なので、今後ね、この体験が僕をね、結構鼓舞し続けてくれるっていう経験になります。でですね、僕は香川高校へ、進学することになります。で、高校はですね、文武両道を掲げる学校で、ほとんどの人が部活に入るような、そういう学校で、昼休みには部活をやる人も多いので、その授業の合間の10分休みの休憩に、みんな早弁で弁当を食べるみたいな、そういう高校でした。で、受験に失敗したバネをですね、受験に失敗したっていうことをね、バネに、青春を謳歌してやるんだっていう気満々でね、最初はね、クラスの学級委員長になってね、クラスのほぼ全員の誕生日をお祝いするみたいなのをやってたりですね、部活はサッカー部でですね、もう100人を超えるような超でかい、部活で、もうなんかもう最初もう超エンジン上げまくってスタートしてたんですけど、この部活がですね、超大変で、全然合わなかったんですよね。僕、ずっとサッカーめちゃめちゃ下手なんですけど、本当に体力しかないっていう、スタミナだけしかないっていう、そういうやつだったので、プレーは超下手くそだけど、なんだかんだで結果残すっていう、そういうタイプだったんですよ。だからこぼれ球を決めるとか、ディフェンスラインのパス回しからボールを奪って、ゴール決めるとか、ポストの跳ね返り詰めてるとか、そういう、本当に、お前そこ折ったんかみたいなの、もうだからそう、最後まで走れてるから折れたみたいなところとか、後半、試合終了間際になって、相手のミスを取り逃さないっていう、そういうタイプの選手だったんですよ。だから、本当にパスミスはめちゃめちゃ多いし、ボールは全然止められないし、足は速くないしっていうね、目立った技術を持った選手じゃなかったので、で、加えてですね、体格が大きくないのもあって、ファールの不要不可れるギリギリまで攻めたようなディフェンスをですね、いつもしていて、全然、本当に汚いプレーをね、よくする、選手だったんですよね。でですね、そういうスタイルだったので、とにかく結果しか残せないからそれしかないって思って、でもう自分のスタイルはもうこれだって思ってたんで、やって、最初のね、練習試合、5試合ぐらい連続でね、ゴールを決めてたりとか、もう最初の3ヶ月くらいは、出た試合で負けることはないっていうぐらい、負けなかったぐらい、ちゃんと結果は出してたんですけど、本当に内容は超ひどい。めちゃめちゃ、もう試合内容を見たら、もう下手なの超丸ばかりみたいな。そういう感じだったんですよ。最初の3試合目ぐらいだったかな、練習試合中。途中交代させられてですね、コーチに呼び出されて、お前なんで交代させられたかわかるかって言われて、お前ファール多すぎなんだよって、せっかく点決めてるのにもったいないって、そういう感じで言われて、でも俺はですね、その試合でですね、笛を吹かれてなかったんですね。いわゆるプレイオンって言われて流されるみたいな、感じだったので、もう本当にそういうギリギリのプレイばっかしててみたいな。で、いろいろバーって喋って、ファールじゃなかったとしてもな、お前のプレイで試合が荒れて、チームメイトが、怪我したらどうすんだよって言われてみたいな感じで、そこで良くないんですよね。僕反抗しちゃうんですね、そういう時。だからもう、その学力で、僕の学校公立だったので、学力だけで、集まったようなメンバーがどうやって綺麗なプレーで、その推薦集めの私立高校に勝つんだよとかってね、そういうの本当に真面目に反抗しちゃうタイプだから、抑えられないタイプの人だったから、真っ向から反抗しちゃってですね、どんどん評価は下がっていき、っていうね、感じだったんですよ。でもね、苦手なんですよね、僕そういうのね。はい。それでですね、このチームのやってることと言ってることのギャップをどんどん感じて、最初の3ヶ月ぐらい経ってですね、もうこれもうダメだと思ってやめようって決心したんですよ。で、それを顧問の先生に伝えて、そしたらですね、一回同じ学年の奴らと一回話してみてからもう一度来いって言われて、当時 LINE でですね、同じ学年のサッカー部の奴ら全員に聞いたんですよ。俺部活やめようと思ってるんだけど、どう思うって。いや、どうももう何もねえだろっていう、面白い話なんですけど。で、それでですね、やめない方がいいぜ、みたいな、一緒に頑張ろうぜ、みたいな、今辛いけど、なんとかかんとか、みたいな
いろいろね、ペチャクチャ喋って、あとはいろんな事情が重なってですね、辞めないってことを、結局辞めないってことを決めたんですよね。いや、まあこれがですね、大変なことになっちゃうんですよね。いや、だから必ず反抗したくなる自分がいるのは分かってて、それを抑えてでも、この組織にいようっていうのを決心したんだけど、自分を殺してこの組織にいようっていうのを決めたんですよ、その時に。だから、本当にね、この地獄が続いちゃうんですよね。はい、そんな感じでした。いや、本当にね、本気でできないんだったらやめるべきですね。これは、それはですね、この経験から一番学んだことですね。で今でも大事にしている考え方で、多分これがですね、辞めるべきだったのに辞めなかったっていうのが僕を就職活動から遠ざけて今、こうして芸術家として向かってる、一番の要因になってますね。そう思います。で、ですね、だから続けた後はですね、もう本当にね、大変で、もう魂なしに、心なしに体を動かすみたいな、そういう作業でしたね。雨が降ってる中ね、スポンジで、水たまりを抜くとかね、試合出ないようにね、交通費毎週2000円くらいかけて移動するとかね、出てもない試合に負けたから一緒に走るとかね、特に何もやることないけど、連帯感とかなんとか言ってね、一日中グラウンドにいなくちゃいけないとかね、もう炎天下の中ですよ。そんなこんな多いじゃないですか。部活動って、そういうもんだったんですよ、当時は。で、いや、本当にね、組織は腐るもんなんですよね。好きでもない組織に居続けることはできるんですけど、やっぱね、それはね、生きてるようでゆっくり死んでってるみたいなことをすごく思ったんですよね。だから、僕はですね、もっと弾けるように生きたいっていうね、命をもうね、火花散らして生きていきたいって、そういうふうにね、強く思いました。二度と同じ失敗はしないぞってね、その時強く思ったんですね。で、高校2年生の9月にですね、そうだ、その前に高校2年生ぐらいになって、そろそろ、志望校を決めないといけない。どの大学にしたいか、みたいなのがあったんですよ。で、僕理系に住んでたんですけど、いやでも大学進んで理系科目そのままやるかっていうのも、あんまり研究して没頭できるイメージないなって思って、で、文系とかもちょっとなんか違うなって思って、でも芸術はすごい興味があって、で芸術すごいやりたいけど、でもせっかく勉強もまあまあできるから、その勉強できるのも活かせたらいいなって思ってて見つけたのが、九州大学の芸術工学部っていうところでですね、いいじゃん、ここ。勉強も、その芸術系も一緒にできるって思って、ここにしようと思って、高校2年生の9月にですね、その九州大学の文化祭みたいな、芸術工学部のやつを芸工祭って言うんですけど、それに、行くことになります。初めての一人での飛行機、そして初めての一人でのね、ホテルっていうドキドキの連続でしたね。で、高校3年生になって、学校の周りのみんなはですね、どんどん引退していくわけですね。いやー、焦りに焦るわけですよ。毎日ね、練習が終わればね、帰って受験勉強、それでもですね、めちゃめちゃ疲れてきてですね、眠いわけですよ。でも、寝るわけにはいかないので、そのね、眠い睡魔をですね、筋肉痛をね、押して、なんとか無理やり起こすんですけど、そんな集中力じゃね、全然勉強にならなくてみたいなのを繰り返しながらですね、それでも十分な時間は確保できないみたいな感じだったんですね。でですね、さらにですね、僕、塾にも通ってなかったんですよね。当時半分以上が、神奈川県の高校、僕の周りの高校、大体そうだったんですけど、半分以上が、マナビスとか、東進衛生予備校に行ってて、受験対策をやってるみたいな中ですね、僕は行かなかったんですよね。多分ね、自分があまりにも不甲斐なかったっていうね、それが一番大きい理由だったんですよ。行きたくなかったんだよね、多分ね。試合出てるわけでもないのに、安くない交通費を毎週払ってね、お昼ご飯毎回買ってね、何の生産性もない時間のためになんか、わけわかんないことになってて、そっからね、なんか塾に
行くのかって、なんかその塾もね、映像配信なわけじゃないですか。だからそのなんか、多分、わかんないから反抗心なのかわかんないですけど、なんか自分で、なんか与えられたものをこなすんじゃなくて、自分からやりたかったのかもしれないですね。ちょっとよくわかんないですけどね。いや、頑固すぎるだろうってね、今では思うんですけど、何向きにやってんだよってね、部活続けるって決めたの俺やん、自分やんなってね、思うんですけど、まあそんなこんなでね、今で思うんですけど、そうなります。で、自分で決めた割にはですね、全然学力は上がらなくてですね、そんな絶望的なね、中ですね、高校、3年生の8月ぐらいにですね、まだ部活続いてたんですけど、ずる休みしてですね、ドラゴンクエストのミュージカルに行くんですね。ドラゴンクエストは、7歳の頃からずっとやってて、もう本当に好きで、ドラゴンクエストの世界超憧れてたんですよ。いや、だからミュージカルなわけじゃないですか。だから目の前に現れるわけですよ。で、その初めて行った横浜、でかいね、横浜アリーナで、座席はですね、遠くじゃなくて、舞台があるところの、舞台と同じフロアにパイプ椅子で置かれてた場所だったんですよ。だからめちゃめちゃ近くて、で、それで最初に始まったと同時にドラゴンクエストの最初の序曲が流れるわけですよ。もうバーンってすっごいでかい音量と、あともうものすごい量のライトにギラギラに光ったそのライティングを一緒に浴びていくわけですよ。でも、それでも頭ポーンって飛んじゃって、もうなんかね、嬉しいのか、なんか悲しいのか興奮してるのかよくわかんない感情がね、うわーって出てきて、もうその処理しきれなくなった溢れた感情がもう涙になるっていうね、なりそうな、そのなんかね、変な感覚を味わうみたいな感じでパニック状態にね、なってたんですけどね。それでね、終盤ぐらいになると、ラーミアっていうね、ドラゴンクエストの中で重要なキャラクターが、空を飛ぶんですよね。で、その時のテーマの曲が、大空を飛ぶっていうやつなんですけど、それがね、一緒に飛ぶ時にね、流れるわけですよ。で、その時にですね、そのラーミアっていう鳥に、強いスポットライトがその鳥にね、当たるんですけど、そのスポットライトがですね、ラーミアに当たってないその光が、ちょうど俺の座席に当たってたんですよ。だからもうその、オレンジ色の光を、暖かい光を、ボーンって浴びて、その暖かい光にですね、僕はね、蒸発したんですよね。体が蒸発したわけじゃなくて、もう精神が蒸発したっていうか、本当にね、なんか消えたっていう体感。溶けたっていうよりも、なんか軽くなって、消えて、なんか体の感覚は消えたけど、頭だけが辛うじて動いてるみたいな、そんな感覚で、それがね、忘れられなくて、その瞬間が多分、僕が、光に魅了された最大の体験だったかもしれないなって、その部活と受験勉強の絶望の中で、その出会えた光みたいなのにね、なんかその苦しかった過去がですね、全部蒸発したみたいな、そういう感覚でしたね。でね、多分この感覚が、僕が最近言ってる復活っていうね、感じでした。なんかね、今までの過去が死んで、これからみたいな感じかな。はい。だからね、僕こういうのを、自分の空間芸術、インスタレーションとかでこういう作品を作りたいと思ってます。でですね、サッカー部の引退がとうとうね、9月の後半にやってきます。そっからね、やってやるって意気込んでですね、めっちゃ勉強します。で、11月にですね、学校でマラソン大会があったんですけど、大会が終わった後ね、普段は満杯になってるはずの自習室ね、全然一人いなくてね、ガラガラって開けてみたら、一人だけいて、そいつも同じサッカー部でね、ベンチを温めてたやつで、そいつ結局北海道大学そのまま進学してて、いや、なんかね、やっぱこういう時に頑張れるやつ、残るよなっていう感じでしたね。でね、もうそんくらい必死で、もう疲れてるなんて関係ねえよ、どんどんやってやるよっていう風に、必死こいてね、やったんですけど、残念ながらね、模試の結果全然ついてこないんですよね。模試の結果はずっと E 判定で、
進むことになります。で、もう、これはダメかもしれないって何度も思いかけて、当時ね、好きだった子とかにもね、聞いてたんですよ。そういう不安な時、君ならどうすんのって、聞いたらですね、そうしたらね、不安な気持ちはわかるけど、やるしかないよって、それでしか変わらないから、もうできることを最大限やる。それしかないんじゃないかなってね、言われて、本当に、いやもうなんていい人って感じよね。もうそれしかない。もう本当にその通りだよね。悩んでたって仕方ないんですよね。将来の不安をね、考えても何もなんないんでね。今この瞬間行動することしかね、でしか何も変わらないっていうのをね、思いましたよ、その時にね。だからそれで必死になって、勉強します。勉強してですね、迎えた、センター試験、国立大学はですね、今だったら大学共通入試テストで、国語7科目取んなくちゃいけなくて、国語、公民、外国語、数学2科目と、理科2科目ですね。で、加えて二次試験のための、一般試験の一般入試の勉強もしなくちゃいけない、二次試験の勉強もしなくちゃいけないし、加えて僕、栄養入試も、九州大学の芸術工学部ではあったので、そこも一緒にやろうって思って、そのための実技試験、デッサンの試験もあったので、そのデッサンの試験も、やんないといけないってなったんですよ。なので、もうね、とにかくね、めちゃめちゃもうスケジュールパンパンになるわけですよ。そんな中でも怒涛の受験生活を送ります。それで迎えたセンター試験本番。僕の会社は確か東京都市大学でした。だったと思うんですけど、これがですね、全然うまくいかないんですよね。もう本当にびっくりするぐらい大ごけして、もうね、やばかったんですよ。もう気合が空回りしまって、今までの模試とか練習問題の中で一番低い点数を叩き出したんですよね。その点数ね、まさかの全体平均して7割も取れてないっていう。ね。いやマジっていうくらいびっくりするぐらいもうね、点数回答もあれ自分で自己採点してて、俺これ回答の模範回答これ過去の1年前のやつ見てるんじゃないかって何回も確認したんですけど、同じ年の、その年のやつで。もうこれは終わったってさすがにその瞬間は思いましたね。で、その僕の行きたかった芸術工学部ではですね、その両方とも、栄養入試と一般入試、両方ともセンター試験の点数が反映されるんですけど、栄養入試の方が、そのセンター試験の配分が大きかったんですよね。確か、3分の2くらいがセンター試験の点数で、3分の1くらいが実技試験の配分だったので、センターの試験大事で、しかも僕のこの状況だと、一般試験よりも栄養入試の方が確率高かったので、最初ね、やってた時。もうこの一番のチャンスを俺はもうやっちまったって思ったけど、もうやるしかないですよね。もうそれでもやってやる、もう絶対奇跡を起こしてやるって、思いながら、デッサンに励み、一般入試のための二次試験の勉強もしたわけですね。で、受験、栄養入試本番、福岡に飛行機で行ってですね、九州大学の大橋キャンパスに行くんですよ。もうね、絶対に奇跡を起こさなくちゃいけないってもうね、もうガッチガチにもうギンギンの目でね、向かうわけですよ。でですね、僕、デッサンが、自然物がめちゃめちゃ苦手で、食べ物とか、木とか葉っぱとか木材とか、そういうの苦手で、どちらかというと人工物、コンクリートとか鉄とか、プラスチックとかガラスとか、そういう硬いとか、キラキラとか透明感とか、そういう方が、出す方が得意だったんですよ。だからもうそういうお題出てくれって思ってたら、出たんですよ。その時のお題が、大きなレゴブロックを
書くやつで、この大きなレゴブロックがもういっぱいあって、それを組み合わせて生命を表現してください。で、その作ったやつをデッサンで書いてくださいっていうお題だったんですよ。もう一番得意なの来たーって思って、もうめちゃめちゃがむしゃらに書きました。試験時間4時間で、この4時間の間にデッサンと小論文を書かなくちゃいけないんですけど、もう休むことなく、もうとにかく紙に墨をもう乗せまくりましたね。もうパッと見て、採点者が、パッと見て、他の受験者と、もう作業量の違いがもう明らかなくらい、もうこの黒い墨を、もうこの紙に乗せなくちゃ逆転なんかできないって思って、とにかくですね、力いっぱい、手をね、走らせました。で、それでですね、小論文のお題が、あなたは、この生命っていうテーマで何を描きたかったんですかっていうお題で、それをね、何を書こうかなっていうのを考えながら、デッサンの作業を続けないといけなかったんですよ。で、それで、これだって思って、小論文に書いた内容がざっくりまとめると、命は儚くて、すぐにでも壊れて死んでしまうものだと。だけど、その壊れやすくて儚いからこそ、今日っていう一日が輝いて価値が生まれるんじゃないかみたいなね、内容を書いたんですよ。だいぶね、ポエティックでですね、なんかね、ギザな感じで、なんかね、読む人によっては嫌われそうな内容を書いたんですけどですね、もうそんななんかね、誰にでも万人受けするような内容を書いてる場合じゃなかったので、もう刺さる人に、ズゴーンって刺さってくれって思うように書いたんですね。で、もう時間目いっぱい使って、もう4時間休むことなく、鉛筆を走らせて、終わらせたんですよ。で、よし、やることはやったぞって、その栄養試験の実技試験を終わるわけですね。で、ご褒美に、美味しい博多ラーメンをですね、食べに行ったりしましたね。その時ね、1年前の学園祭の時、訪れた時に、食べたイルカ屋っていうね、博多ラーメン屋さんがあって、そこの味が忘れられなかったので、そのね、細麺に絡まる豚骨スープを飲みながらですね、いや、もう、来たいな、ここって思いながらね、またね、横浜に戻るわけですね。で、帰ってきてですね、二次試験の勉強に向けて、また勉強を詰めていくんですよ。で、もうね、センターの試験成績が悪かったから、二次試験でももうみんなでいい点数を取らなくちゃいけないっていうのが分かってて、でもですね、なかなかね、そんなね、数週間で上がるようなもんじゃないんですよね。いや、だからもう、これはさすがに浪人するかもなーって思ってる中、合格発表を迎えます。で、福岡まで行けないので、インターネットで確認だったんですけど、それでですね、合格発表だってなって、自分で見れなかったんですよ、最初。だからもうスマホで合格者番号を表示したまま、机の上にポッて置いといて、お昼ご飯を食べてたんですよ。なんでかってもう、先に見てショック受けて、ご飯食べられなくなったら困るからっていうので、置いてたんですよ。そしたら、友達が来てですね、お前今日合格発表じゃなかったっけみたいな話になって、いや、そうだよ。それで今、ここに置いてんだよ、つって。で、友達が、見ていいかって言って、いいよって言ったけど、絶対言うなよ、みたいな話をして、その友達が見たんですよ。それ見たらですね、その友達はね、廊下出てくんですよね。いや、だからそれ見て思いましたよ。俺は落ちたんだって思いました。さすがにね。それでですね、ご飯を食べて、お弁当片付けてね、って思いながら番号をね、確認したんですよ。そしたらですね、あったんですよ。僕の元番号が。ってもう目を疑って、衝撃で。それでですね、叫んでたらですね、どっかに出てった友達が戻ってきて、いや、その友達が言うには、俺が出ていけば、お前落ちたかもって思うだろうって言って、そんなくだらないことをやってたりしました。いや、そうなんですよ。それでですね、そんなこんなで奇跡のね、ずっといい判定だったところからですね、奇跡の大逆転、起こして、大学生活が始まると、わけです。で、福岡に引っ越すことになるんですけど、初めての一人暮らしでですね、
憧れのキャンパスライフですよ。もうね、最初はね、超気合十分でね、だったんですけど、もうやっぱね、僕勉強できないんですよね。全然ね。本当に、周りのみんながね、頭良くて、とにかく一般教養はついていくの必死でしたね。特に数学と物理は、もう本当に受験勉強の延長線上のことをずっとやってたので、もうついていくので精一杯。でですね、僕の行ってた九州大学ではですね、大学1年生が一般教養を、一通り他の学部の生徒と、混じって、糸キャンパスっていう田舎にあるどでかい、バカでかいキャンパスで学ぶんですよ。で、大学2年生になったら芸術工学部は大橋キャンパスっていう都心の方のキャンパスに移動して、専門科の科目を学ぶっていう構成だったんですよ。だからもし落胆をしたら片道2時間ぐらいかけて、その都心の方、博多の都心の方から田舎まで通わないといけないっていうね、最悪のシステムだったんですよね。だから、もう何としてでも単位を落とすわけにいかないってもうね、必死でみんなで勉強してて、で、もう僕がかなり頭悪い方だったんですけど、同じ学科の友達はですね、めちゃめちゃすげえ優しくてですね、めっちゃ教えてくれました。一緒に頑張ろうな、つって。糸キャンパス脱出するぞ、つって言ってたんですけど、なんとですね、私は数学を落としちゃうんですね。落胆するんですよ。で、大学2年生になっても、この田舎キャンパスに通わなくちゃいけないっていうことが決まると。いや、もう、おいおいおいって思ってたんですよ。なんでかって、大学入ったらね、留学したいって思ってて、特に、ドラクエ好きだったから、ヨーロッパ行きたいってね、思ってたわけですよ。だからショックだったんですね。留年もしたくなかったので、留学してる間は、九州大学の単位を取ることが難しかったので、そうなんですよ。だからっていうのもあったし、しかも留学は、1年が良かったんですよ。半年じゃなくて。半年だと、慣れてから、これから楽しもうって時に、留学を終わっちゃうから、留学1年の方がいいよっていうのを聞いてたので、もう留学は1年がいいって決めてたんですよ。それでもですね、僕は欲張りなので、留年はしたくないし、留学期間は1年が絶対いいって思ってですね、もうギリギリまでね、講義を詰め込んで、興味のない授業とかも取って、なんとか単位を合わせようとしたんですよね。で、大学2年生になって、大学1年生だけのね、数学のクラスにですね、ポツンと俺が入ってですね、数学の授業のためだけに、田舎キャンパスまでね、行きますね。行ったんですよ。で、授業はですね、でも、ガッチガチに入ってたので、都心の方のキャンパスの授業に出るために、毎回ね、その数学の授業を30分くらい、途中で抜けて、最後の30分は抜けて、バスを捕まえに行っていました。なので、毎回毎授業、先生がね、黒板を見て、板書を書いてる最中に、もう全部荷物まとめて、出てくっていうことをやってましたね。だから一番ドアに近い席を毎回取ってました。で、なんとかですね、それでなんとですね、全部の単位を揃えることができたんですよ。で、やっと留学行けそうだぞってなって、いろいろね、そんな留学行けるどこ行こうかなってなって、いろいろ条件が良かった、ドイツに行こうかなっていうふうになったんですよ。なんですけど、僕がね、行こうとしてたところ、募集人数本来2人のところね、候補者3人になってしまうんですよ。で、しかもですね、僕、その当時、全然条件だった英語のレベルクリアできてなかったんですよね。なので、もう、周りみんな頭いいのでですね。だから、もうこれは俺が落ちるやつだなって思ってたんですけど、そこで担当教員の先生がですね、留学先と話してくれて、私も行けることになったんですよ。いや、本当に助かった。で、それでですね、大学3年生の9月から1年間ドイツに行けるっていうことが、決まりました。で、ドイツ行くとですね、初めての海外に住むっていう体験ですよ。もう何もかもが新鮮でね、楽しかったし、その一方で大変でしたよ。もうなぜって全然外国語できなかったし、もう本当にね、語学勉強大嫌いで、苦手で、日本語だってあやふやなのに、
外国語なんてもっぱらできなかったんですよ。英語は聞き取りもできなければ喋るのも危ういし、第二外国語スペイン語を取ってたので、ドイツ語はもう挨拶程度しかできないんですよ。だからもう電話とかめっちゃ怖くって、そんな感じでしたね。もうね、全部メールでやり取りしてくれればね、Google 翻訳とか使って、やってくれるんで、できるんですけど、なんか本人確認とか言って、電話とかね、ビデオ通話とかをしなくちゃいけないんですよね。でも、いろいろね、住民登録を、なんかいろいろあるんですよ。住民登録をするのに、銀行口座が必要ですってなって。銀行口座開設するのに、電話番号が必要ですってなって。電話番号を契約するのに、住所が必要ですみたいな。やんねんこれみたいなのが、まあでもそういうのがね、結構あったりするんですよ。なんかね、いろいろ。で、加えて、ドイツの冬はですね、曇りが多くて、ほとんど、大体曇りで、よく小雨が降って、で、日照時間が、日本より短くてっていうね、気持ちも暗くなりやすいシーズンで大変でしたね。でもですね、もう一方でですね、もうね、何もかもが目新しい。朝起きてですね、外出ると、ヨーロッパの街の何がね、もうバーって広がってるわけですよ。で、電車とかで移動すると、もうのどかな野原にね、点々と街がポツンポツンとあるんですよ。もう本当にね、ドラゴンクエストみたいな世界が、広がって、マジであるんですよね、ここに。で、すげーってなって、日本だったら、線路沿いに街がこう反転していくじゃないですか。じゃなくて、ドイツはですね、駅と駅の間はもう牧場とか畑が広がってるんですよ。それで各町には、大きい建物は大体教会があって、その教会を中心に街がバーって広がってて、で、オレンジ色の屋根にですね、白い壁でですね、もう石畳の通りでですね、マジで RPG ゲームみたいなね、世界が広がってるんですよ、本当にね。もうだから感動しましたよ、本当に。で、オクトービール祭りのね、オクトーバーフェスト行ったり、ミラノに最後の晩餐を見に行ったりとか、12月とかはね、もうスペインの南部に、暖かい場所に逃げたりとかですね、アイスランドにオーロラを見に行ったりとかね、もうすごくいろんな場所に旅行行きやすくて、簡単に外国行けるんですよ。そんで、めっちゃ楽しいなーってはしゃいでたらですね、コロナの影がね、ちらついてくるんですよね。いやー、そのね、原因不明のね、ウイルスとかがなんとかかんとかって言ってね、最初はそこまで気にしてなかったんですけど、1週間、2週間と、急にもうどんどんね、事態のやばさが増してったんですよね。で、そんなパンデミックをですね、ドイツで迎えることになるんですよ。もうあの時はもうなかなか怖かったですね。ロックダウンをする国とかもね、2月終わりぐらいには出てきて、もうそんな中ね、もう英語もままならなければドイツ語もできないっていう中で、正確に、迅速に正確な最新情報とかをね、キャッチアップするのは難しい状況だったので、不安感はね、消えない毎日だったんですね。そしてですね、ついに九州大学から命令が入るんですね。入ってきなさいってね。いやーもうね、ついに来ちゃったんですよね。もうなんだよってね。あんなに何年もかけて準備したのに、こんなに簡単に生活が吹っ飛んでしまうのかってね、思いました。ですけど、これにね、逆らったところで上には勝てないっていうのを分かってたので、決心したんですよ。もう一度必ずドイツに帰ってきてやるって。それでですね、それを決心してフランクフルトに向かってですね、当時飛行機使う人なんて、もう帰国する人ぐらいだったので、もう100人以上入るようなね、でかいエミレーツ航空の飛行機に5人ぐらいしか乗ってないっていう、もうガラガラの客室乗務員の方が多いんじゃないかっていう飛行機に乗って入りました。もうそのね、飛行機の上から雲海を眺めながらですね、楽しかったこととか、大変だったこととか、不安なこととかね、いろいろ混じりながらね、絶対この道をもう一度戻ってきてやるって思いながら、日本に帰るわけですね。ということで、ここからですね、ドイツに戻るための、また長い道のりが始まるんですけど、一旦ね、だいぶ話したので、ここからはですね、ここから先はまたの機会に、話せたらいいなと思ってます。
いろいろ喋りましたけど、毎回思うのはですね、状況は必ず変わるってことですね。たとえ辛い状態でもね、幸せな状態であってでもですね、必ず変わっていく。で、変わるけど必ず何があっても続きがある。で、何があったとしても続いていく。で、続きがあれば、状況は必ず何か変わるので、新しい状況にたどり着くっていうことを思いますね。だから、明日になっちゃうと、今日と同じ今には会えないっていうのはすごく、作品を作る時とかにも大事にしますね。だから、この今に全てを集中する、それをすごく大事にしたいって思ってて、そういう時間が一番生きてるって私は実感できますね。ということで、今回は私のことを知ってもらうためにいろいろと長く話してしまいましたが、いかがだったでしょうか。これからもですね、どうぞ田口和樹をよろしくお願いします。11月11日から16日にミラノで、12月25日から29日に東京でそれぞれ個展を開催します。詳細は概要欄の方にありますので、ぜひ来ていただけたらと思ってます。皆さんにお会いできることを楽しみにしています。それでは、田口和樹の自己紹介をこれで終わります。またね。